こんにちは、ギターの上谷です。今回はスラーの話をしたいと思います。スラーっていうのは音楽の一般的な意味では2つ以上の音を古線でつないだ。古線っていうのは直線じゃなくて丸みを帯びた線っていう意味ですけども、そのつないだ音を切らずに滑らかに弾くっていうことを意味します。ただギターの場合はその滑らかに弾くための奏法としてのスラーっていう用語があって、そこはスラーで弾いてくださいって言った場合に、その奏法、技法としてのスラーを使ってくださいっていう意味で使われます。具体的なスラー奏法としては、いろんな曲ありますけど、例えばこんな風に、これはカルカッシの25のエチュードの第9番で、とても有名なエチュードなので弾いたことがある方も多くいらっしゃるかと思いますけども、出だしからスラーで始まってます。2回同じスラーを繰り返して使って、また今度は違う音ですけど、やっぱり2回繰り返して使ってるんですね。でこの2つのスラーは上りのスラーですね。上降スラー。上るっていうのは、低い音から高い音へ上るっていう意味ですけど、それからどっちも低い音から高い音に上っていきます。でこの上降スラーの場合は最初の音は右手で弾くんですけど、その後2つ目の音は叩いて音を出すんですね。左手で叩いて音を出します。こんな感じですね。こんな感じで。で、この時に、気をつけるポイントっていうかコツみたいなものがあるので、その点をお話ししようかと思うんですけども、まず一つは、叩く場所が大事っていうことですね。で、この場合、ちょっと見てもらうとわかるかと思うんですけど、そもそも左手の押さえっていうのは、フレットの近くを押さえることが大事ですね。で、ギターってフレット楽器なので、このフレットの間、どこを弾いても音は同じです。そうなんですけど、フレットの近く、この2本フレットありますけど、このサウンドホールに近い側ですね。こっちのフレットの近くを押さえた方が綺麗な音を出しやすい。そういうことがあるんですね。スラーもその原理は同じです。なので、このフレットの近くを叩いた方がいいってことですね。ここでもこんな感じです。でそれともう一つは、このフレットの近くを叩くっていうことと基本は同じっていうか関連してるんですけども、あまり高いところから叩かないっていうことですね。こういうふうにあんまり高いところから叩くと力任せっていうか勢いに任せてえいみたいなやる。まずなんで良くないかっていうと、あんまり高いところからやるとちょっと命中率が落ちますよね。でその割にはそんなにこういう高いところからやったからといってそんなに大きな音が出るわけでもないんですよ。これぐらいの高さでもね、それほど変わらないです。そういうこともあってこれぐらいの高さで十分なので、勢いとか力任せではなくてベストポジションを抑えられるように、そっちの方を重視した方がいいっていうことですね。ただそれでもまだなかなかいい音が出ないっていう場合は、この叩いた後にしっかりちょっとグッと押し込むというか、ほんのちょっとなんですけどね、フレットに弦をうまく止める、しっかり止めるっていうような意識で押さえると、ただ叩くんじゃなくてしっかり叩いた後にフレットに弦を止める、そういう意識を持つといいと思います。そしてその後ですね、ここですね。
でここは今度は下降のスラー、高い音から低い音に下がってくるスラーが使われています。でこれはスラーって言っても上りと下りでねちょっとやり方が違うんですね。で下りの時はこんな風に最初の音をやっぱり右手で弾いて、その後は左手でこう弦を弾くみたいなね感じで弾きます。でここは4と3の組み合わせで、薬指とね小指って弱い指の組み合わせなのでちょっと嫌なスラーですけども、こんな感じですね。で最近はポピュラー系のねギターでもともと言われてたプリングオフなんていう英語の言い方で言われたりもしますけども、このプリングオフ、引っ張って離すみたいな、そんな風な。でも普通にね普段は右手がやってるような弦を弾くっていう動作を左手でやってるって考えればねいいと思います。こういう感じですね。左手で弦を弾く、そんな感じです。でまたこの時にちょっと気をつけるポイントをお話ししたいと思うんですけど、それはこの支えの指ですね。弾く指じゃなくて支えの指、これを動かさないようにする、そこをちょっと気をつけるっていうのがコツかなと思います。で割とこれをね一生懸命動かそうと思ってそのままこういう風にね、下手すると弦が落ちちゃいそうなぐらいに引っ張ってきちゃうっていうのが割とありがちなんですけども、これはあんまり良くないですね。そもそもこうやって引っ張ってきてもただ弦が動いてるだけじゃ実際なかなか弾き始まらないというか弾けないので、ちょっと無駄な動作になってますよね。ちょっとねこれこの弦だと透明で見にくいので低音源でねやってみようかなと思いますけども、こういう風にこんな感じになっちゃうってことですね。これでいいんですけど、なんかこっちにつられてこの支えの指も下がっていく、こんな風になっちゃうってことですね。で特に今みたいに3と4みたいな組み合わせだったりするとこういうふうにね弦まで一緒に引っ張ってきて、だからこれを動かすのに支えの指まで一緒に動いちゃってるってことですね。そうすると結局なかなか弾いてないので無駄な動作ですよね。であと下手するとあんまりここまで引っ張っちゃうとこういうふうに音程まで狂ってきちゃうのでいいことないですね。なのでこれをしっかり押さえておいて、この例で言うと小指だけを動かすようにする、そこがポイントですね。あとこれももう一つちょっとコツがあるんですけども、割とさっきのねこの叩く動作の反対みたいなイメージなのか、こういうふうに持ち上げるような弾き方しちゃう人が多いんですけども、そうじゃなくて弦を弾くわけなのでこういうふうにむしろこの隣の弦に触るぐらいの感じでね、小さい動きでも全然これで音が出ます。こういうふうにあんまり指を上げないことですね。でただ隣の弦ね、これを例えば鳴ってる場合には触っちゃうとね音が消えてしまうので触らないように、これね3と4でやるとかなり難しいですけど、隣の弦にね触らないようにっていうのはねなかなか難しいですけども、そこは状況に応じてバランスよく弾けるように練習してみてください。でその次ここなんですけど、ここもスラーって書いてあるんですが、これはやっぱり下りのスラーなんですけど弦をまたいだスラーになるので、この場合は 2回目の2つ目の音は叩いて出します。こういう弦をまたぐスラーっていうのはちょっと特殊ですね。
2つ目の音が開放弦を叩くことになるので、ちょっと音が出にくい感じはあるので少し難しいんですけども、流れがね綺麗になるようにこれもよく練習するといいと思います。でその後これですね、これはまた普通の加工スラーです。なのでこういう感じでね。でさっき言ったようにこれ隣の弦鳴らす必要ないので1弦のことですけど、こういうふうに下がっていく。こんな感じですね。これもこういうふうにあんまり上に上げない方がいいです。こういうふうに出した方が小さい動きで十分音が出ますね。もう一度やってみると、ここまでがね上りのスラーです。英語ではハンマリング音って言ったりしますね。でここも弦をまたぐスラーになってますね。こんな感じですね。いかがでしたでしょうか。ちょっとね駆け足気味に本当に概略だけお話ししたっていう感じですけども、実際はスラーってすごく難しいというかね、奥が深いんですね。なので本当に綺麗なスラーを至すっていうのはなかなか至難の業で、私も未だに苦労しているわけなんですけども、なので場合によってねどうしても綺麗に出ない、今はまだ綺麗にスラーができないっていう場合はね、場合によってスラーを使わないで弾く、そういう選択をする場合もあるかなとは思いますけども、でもやっぱりスラーっていうのはギターの表現を柔らかくする、表現の幅を広げるとても大事な奏法なので、是非しっかり練習して綺麗なスラーをね出せるようにやってみてください。というわけで今回はスラーのお話でした。いかがでしたでしょうか。いつものようにご意見、ご感想、ご質問などコメントの方にお書きください。ではまた皆さん、楽しいギターライフを。